ださい。各号車の前でお待ちください。3号車、4号車、5号車とプラカードの方の前でお待ちください。乗り降りの際にはボタンを押してください。ドアを閉める際には後ろのお客様にご注意ください。写真だよ。マジ？一人一人ツーショットで。どうしてすっぴんできちゃった。自分のカメラで撮ってくれるの？個人ファンなのけどどうしよう。さすがにカズマのカバンでも撮れない。でもカズマの着なくてよかったね。おすごい。じゃあ両脇に行く？乗り降りの際には
ムを押してください。俺右側行くね。ドアを閉める際には一緒の人が一緒後ろのお客様にご注意ください。乗り降りの際にはボタンを押してください。ドアを閉める際には後ろのお客様に2人です。はい、俺右側行くね。はい。こんにちは。いらっしゃい。はい、ありがとうございます。はい、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 いらっしゃい。せーの、イエーイ。はい、楽しんでください。すみません、ご挨拶遅れました。今日は石毛さんと一緒に皆様とご一緒させていただきます。フリーアナウンサーの小笠原聖と申します。お、動き出しました。じゃあちょっとみんなで手を振りましょうか。行ってきます。本日はレジェンドエクスプレスツアーに、ご参加いただき誠にありがとうございます。この電車は西武球場前まで約1時間かけて走ります。各車両にいるレジェンドと皆さん大いに盛り上がってください。それではスタートします。プレイボール。はい、改めてよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日ご一緒させていただきます小笠原でございます。FM ナック5ラジオのサンデーライオンズというライオンズ戦中継と、あとはテレタマのライオンズアワーという番組などを担当しておりまして、石井さんとはライオンズアワーで何度かご一緒させていただきました。聞き飽きたろこの声、みんなライブ本当ですか？知らないって人いっぱいいますよね。小笠原有名なんだけどな。本当ですか？ありがとうございます。ご一緒させていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでですね、ちょっとスタートしましたので、まずお話の前に、説明というかご確認だけさせてください。一応こうやって座った形で1時間お楽しみいただくんですが、車両間の移動はできませんのでご協力お願いいたします。で、お手洗いどうしてもという場合、ちょっとお腹痛いとかっていう場合は一応1個隣、2個隣、4号車にございますので、一応そこがあるんですが、車両全体に1箇所しかないので、緊急の場合という形にさせてください。何かありましたらお声掛けください。それから、その他何か不明なことありましたら、途中スタッフも行き来しておりますので、お声掛けをいただければというふうに思っております。飲み券はなしなの？一応ご迷惑にならない形であれば、もうこれぐらいの人数ですので、食べる時だけちょっとね、会話の方は、抑えめにしていただいて、聞く時は笑いたい時はできるだけマスクをしていただくという感じでいかがでしょうか。いいね。俺どうもライオンズの帽子が気になっちゃってさ、売ってんの球場で。あ、そう。クラックスショップで。今日帰り買って帰ろうかな。石毛さんがこれ買うっていうのまたすごい新鮮な。なんかね、ゴルフにいいのよ、ゴルフに。嬉しそうだし、ね。はい。そっちもまたなんか新しいハイカラな帽子だね。これどちらで？今これ石毛さんいろんなイベントがあって、例えばそういう時の限定のユニフォームだったりとか。球団も考えてんだよ、本当に。でもやっぱり石毛さんもそういう意味では回復も含めて球場いらっしゃると、いや今のライオンズ変わったなと思うとこあるんじゃないですか。だって球場から何から盛り上げ方からすごいよね。で一番変わってるのはお客さんの盛り上げ方がすごい上手なんだね。なんだろう、俺たちの時代あんまりなかったよ。でもなんかその時もまたなんていうんですか、外野でちょっとみんな振りもしっかりバシッと決めた応援団の方が、長いハッピーみたいなのを着て応援してたイメージあります。それはね、まだ俺が入った頃は応援団長がフレート太鼓を持ってベンチの上にいるだけ、ペッ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 、それがないとシーンとしてるから、ああ一年みたいなやじられるわけですよ。やじが汚かったのは関西、藤井寺球児の日生球場、これが汚かった、結構答えたね。でもやっぱそこが発奮材料になったところも。いや、おい新年、昨日難波でお前の姿見とったな、あれ門外破れじゃねえのかみたいな、こうやっておいすまん何しやったのって球場に聞こえるわけですよ。で俺思わず監督見て、広岡さんは渋い顔してるんですよ。ここで打っちゃいいんだろうみたいな。本当にね、やじられんだけどほんわかりするような、すごいいい感じの関西の人は上手だね。ちょっと笑いというかクスッとするような。そうなんですよ。でもそれこそもしあったらここに背中かけられるようになってますから。まだまだ。でもそれこそ今話できましたけど、それこそ広岡監督をはじめさまざまな監督の下で石毛さんもプレーされましたけども、
1年目根本陸夫ね、これはなんだろう、野球はすごいなんかトータル的な管理者だよね。で野球以外もそうなんだけど、人間としてどうあるべきかっていう男の生き様みたいなものを聞かされましたね。広岡達郎、いやこれあんまり、よく言ってんだけど、俺1年目ね311ホームラン21本盗塁25ですよ。すごい数字でしょ。その新人王選手に向かって広岡達郎が2年目の僕の2年目の自主トレ、お前がしないか監督もよろしくお願いしますって、ちょっと見てたけどお前のプレーどう見ても下手くそやなって言われて、開口一番それでしたよ。先生感じですね。はい、だからいや本来お前が茂君の昨年いい数字だったね、今年もよろしくねって、お前が茂が下手くそがね、それからの取っかかりですからね。でも広岡達郎はなぜ下手なのか、その理由も言ってくれて、じゃあこうすればうまくなるよって導いてもちゃんとくれて、そういう面では、有山もそうなんですけど、あの当時いたライオンズの若手はすごい教育指導されたんですよ。だから言葉尻は厳しかったけど、すごい正しいことを教えてくれた。結果2割5分の人間が2割7分、2割7分の人間が3割近くなってチーム力を上げて、それで優勝されたんですよね。だから広岡達郎を多いと思ってる人間は本当多いと思いますよ。ただただ東岡さんだけはあの野郎とか言ってましたけどね。そうだったんですか。ここだけの話だよ。でもやっぱりそういう意味では、その石毛さん、東尾さんもちろんですけれども、広岡さんはそのいろんな選手の個性というところを見極めるということですよね。個性、いや俺ね、個性って広岡さんに言われたんですよ。最近ね、自己流我流を個性という人がたくさんいるわけですよ。自己流我流はどこまで行っても自己流我流でうまくならんのですわ。で個性はその人間の考え方、価値観、姿形、そういうのが個性であって、なんかその自己流我流を個性となんか認めてしまう、あとは認めざるを得ない今の風潮があって、で結果指導者、あるいは会社の上司、親父、そういった人間がなんか子供たちと若者に対するね、ただ単にベビーシッター的なもので、なんかいい人間で思われたらいいのかな、波風立たなくてそのまま終わったらいいのかなという、なんかそういう人付き合いというか人間関係が多くなってて、本当は正しいことは正しい、ダメなことはダメ、是は是、非は非でいかないと人間が育っていかないのに、なんかそれを育てようとせず、事なかれ主義で済ましている、なんかそういった上司、先輩、後輩、こんな感じだよね。だから野球界、特にスポーツ界は体罰ダメとか言うじゃん。いや体罰はダメだけど、俺たちの時代もあったわけよ。今以上に厳しいものが体罰以上ですよ。だったらそれが昔はね、教育と指導という言葉に変わっていったわけですよ。だから今は教育もできないし、指導もできないし、教え導いていくというそういう情熱もないし、そんなんでこれからの日本がどうなるんだって難しい話ですよね。ちょっと変えましょうか。でもせっかく今日ね、このライオンズとジャイアンツなので、石毛さんにとってももちろんその日本シリーズ、ジャイアンツの名勝負ってたくさんありましたけど、今石毛さんの中で一番1個って難しいと思いますけど、印象深いゲームだったり場面ってどうですか。巨人との日本シリーズで一番なんかやってて楽しかったのは、58年だったかな、巨人との最初の日本シリーズですね。これがもうゲームの流れでも1試合1試合逆転があったりして、で結局ライオンズは2勝3敗に追いやられたんだけど、広岡達郎がこれこうなれば勝ちをして、その通り6戦7戦勝って逆転で日本一ですよ。これはね、本当やってて、本当我々がどうなるかわからないという、野球の展開どう転ぶんだろうという、すごい楽しかった。でその後ライオンズもずっと野球界はね、プロ野球の歴史を見るとやっぱり読売巨人が作っていただいて、こうやって優勢を帯びてきた、当然長嶋さん、王さんがいらっしゃった、それで V 級があって、それに対する対抗意識の他のチームがね、例えば村山さんだと、ベック東邦の村山さんだとか、中日の星野先生とか、そういう方々が向かっていく、正義になんか悪党がいくみたいなね、そんな構図野球が盛り上がってきました。何を言いたかったか忘れちゃうんだよね。ジャイアンツとの思い出の場面。それで球界の名手と言われた読売巨人をいかに破るか、それは58年、破りましたよ。でもまだまだこの所沢、この西武鉄道もだってね、
この辺はやっぱり読売巨人のファンが多かったわけですよ。それがライオンズが来て帽子を配って子供たちにライオンズ応援してねって言っても、巨人を破って勝ってもまだまだ巨人ファンが多かったで、その後2、3回、戦ったかな。で一番90年、90年に読売巨人を4立て食らわしたんですよ。これはね、これはその前に辻の名走塁があったじゃん。帰ってきたね、センターぐらい。ああいったね走塁改革だとかいろんなものを、巨人軍の野球がいいかどうか、いや巨人軍の野球よりも西武ランドの野球の方がはるかに上を行ってるねっていう、そういった感覚を野球ファンに植え付けたのはその大会だって、で球界の名手となり得た1990年の90年の4立て、これでようやく西武ライオンズも巨人軍を乗り越えたかなという、多分あの時がね西武ライオンズのピークですよ。ギャッといった。ちょっと我々はこっち行きましょうか。人も羽織らない。気持ち一緒ですか。一番後ろの方に。そうですね。はい。はいはい。すいません、ちょっと後ろの方聞こえづらかった。大丈夫ですかね。今聞こえてます。今聞こえてますかね。大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。はい、すいません。おい、ここで座ってよこ。席。はい、はい、ありがとうございます。はい。だからそうですね。で、まあ4立て、読売巨人を4立て食らわしたっていうのがね、やっぱり西武ライオンズのピークの時ですね。でもまさにそれで先ほどの辻さんの走塁もありましたけど、石毛さんがその黄金時代っていうところの過程をずっとこうまさにリーダーとしてご覧になってきて、自分も戦いながら見てこられたわけじゃないですか。そうですね。その真ん中にいられたっていうのはやっぱり幸せですね。で、最初の57年の、僕が入って2年目のリーグ優勝と日本一は先輩に田淵浩一さんがいらっしゃいました。あの田淵のおっさんがですよ、一番子供のようにはしゃぎましたからね。阪神で優勝できず、弱い西武にして優勝できず、これでまあ広岡達郎に鍛えられて、自分もね、なんですか、改革をしながら、肉体改造をしながら、食事管理もしながらですね、そうやって田淵さん自身も努力をされた、そうやって打撃の方も開花していった、その集大成として、日本一なんですよ。あの喜ぶ姿を見たら、本当、こんな実績がある先輩がこれを子供のように喜ぶんだって、プロ野球の優勝ってすごいんだなと思いましたね。その時に、もちろん石毛さんももちろんですけども、なんかこの人の喜びをすごい印象的だったなとか、逆にちょっとそっちこそさんなんかこうこんなシーズン中こんな感じだったのに、優勝した時のこの人のこの表情意外だったなとか、なんか覚えてる人っていますか？やっぱりね、それは田淵さんだと思いますよ。で、あの当時太田さんもいて、東尾さんでしょ、山崎さんでしょ、土井さんもいなかったか、土井さんの小田さんやめていなかったかな。でも本当にね、本当に子供のように喜ぶんですよ。これがある面ではスポーツの魅力だと思うし、優勝とか日本一という称号だと思いますね。そして先ほどのちょっと黄金時代という話をしましたけれども、今度はまた石毛さんがよりこう上からリーダーとしてチームを見ていく時代ができますよね。いわゆる今時の若い選手たちとどうやって優勝軍団を作っていったのかっていうのが気になるんですが。いやいや、これは石毛がチームリーダーだって言われてましたけど、さほどね、そんな仕事はしてないんですよ。だって皆さん、これは部活じゃないですかね、プロ野球って。部活は先輩後輩があってどの子に言いますけど、個人事業主の集合体がチームなんで、ということは僕が清原に対してキャメに対して「おいこら」っていうことは言わなかったんですよ。だから広岡さんが監督になられて、僕はずっと130ゲームで、その当時、監督の初注意、担当コーチの初注意があって、じゃあ石毛一言言えっていう、これが130試合続くわけですよ。僕はずーっとこうネタ探しに奔走するわけですよ。テレビを見る、映画を見る、新聞を見る、本を読む、その中にこうネタを探して、じゃあこれをこうしようっていう、これを野球に置き換えたらこんな表現だろうなって言って、その当時は先輩もいる、同僚もいる、後輩もいるわけですよ。その個人事業主の方々に対して「おいお前らこうしようよ」っていうものの言い方せずに、いや昨日はこんな、一つのワンフレーズを見て、このワンフレーズを野球に置き換えると
こんなことだと思う。俺はこれを今日は胸にゲーム頑張りたいと思います。自分に語るように言うとですね、案外先輩たちも後輩も聞いてくれるんですね。そういった術は、天性なものがあったのかもしれませんけどなんかそういうふうにある面では気を使いながら発信して、それがある面では良かったのかなという。あと今日これからね観戦される方も多いんですが、辻さんのこと、辻監督はもちろん現役時代の辻初彦さんって、石毛さんにとってどんな人、どんな存在でしたか？辻はですね、日本ツーから来ました、社会人野球の、ショートかな、サードかな、3番4番打ってたんですね。でバットを持って辻は僕より1センチで身長高いんですよ。182センチくらいあるんですから。で山崎さんがちょっとセカンドに山崎が衰えてきた。で辻がその出番をいただいたわけで、最初サード守ったりしましたよ。でセカンドに行って広岡さんに「そんなバットピッチャー通用しねえ、使わねえぞ」って言って「どうするか」っつったら「少しやらしいバッターになれ」と言って、彼がバットを短く持って、で徹底性向こうに逆方向打ったんですね。そのプロ野球に入ってくる選手ってね、みんなそれぞれアマチュアじゃいいものを持ってるわけですよ。いい資質がある、いい才能がある、その意味でスカウトが乗ってくるわけですね。本来ならばそのままスカウトの方々はやってほしい。だけど広岡さんは何でしょうかね、辻のあるところ見たんでしょう。そのあるところこれ分かんないんだけど、そんなんじゃ使えないっつって自分を変えろって言って、変えるのは本当辛いと思いますよ。今までのプレースタイルを変えるのは大変なんだろうけども、あいつは変えたんですね。その辺のこの業界でどうしたら飯を食っていけるか、レギュラーを取っていけるかということを考えられる人間ですよ。で野球そのものはあいつは二塁やってましたけど、うまいとか言うじゃないですか、名実辻って。そんなにね取って投げることはうまいと思いません、実際のプレーはね。だけどポジショニングだとか、いわゆるちょっとたまにそういうやつはやってはくれますけど、そんなにうまくはないです。だから何でしょうかね、この業界でどうやって食っていけるんだろうというものを見つけて感じて自分を変えられる、その強さのある人間ですね。その辻さんがやはり今度指導者として今監督はもちろんですけどやってるからこそ今の選手たちに使えられる部分っていうのもあるわけですね。いやあれね、俺辻遠慮してんじゃないかなと思ってるんですよ。今ね、今投高打低の時期じゃないですか。ピッチャーがいいと、佐々木朗希とかね、東山とか完全試合だ、ノーランだって言うじゃないですか。3割バットもそう多くないですよね。投高打低で、その打低の理由はですね、ピッチャーのそのスキルアップも確かにあるでしょう。でもういろんな理由があります。まず一つはバットが変わりました。僕らの時は青玉というちょっと多少ひねりというか、なんつうかなんかムチのように使えるような雰囲気がちょっと柔らかくて、今パープルメープルになって硬くなったんだね。硬い素材になっていく金属バットみたいなもんですよ。だ結局どうですか、そのしなりとか使えないんで結局パワーでガーンといくわけですね。アメリカみたいに当たったら飛びますよって。だから人間はこんなことやって鍛えていくんですよ。鍛える人間っていわゆるなんだな、ひねりとかねじりとかなんかムチのようにと使えなくなるわけですね。そうすると案外と、荒くなります、バッティングが。でピッチャーがスキルアップしてくる。でもう一つは、バットの形状もあります。でピッチャーのスキルアップもあります。であとね、ピッチャーの配球が違うなと、いきなりフォークボールで来るわけですよ、佐々木朗希なんかは。それによってバッターの方の読みもずれてきます。タイミングが合わせづらいです。そういう面では配球の妙理もありますね。あとはそうだ、だからさっきの辻と話に返すとね、自分のプレースタイルを変えたやつなんですよ。それで自分のポジションを取ったやつ。今の打線1番2番3番4番は2番が最強バッターというところがあってね、好打者置くじゃないですか。僕らの時は今日平野健一後ろにいますけど、辻が出て平野健一は送るわけですよ。定石通り送るわけですよ。これはセオリー的なものだった。で3番4番に返すという。今はそれじゃなんかワンアウト与えるのもったいないですって打たせるわけですね。そうすると全体的に細かくバウンドして1点を取りに行くんじゃなしにガーンといきましょうみたいな。でそういったなんていうか
打順もそうなんだけど、もう一つは脇役的な1番2番7、8、9というこういった脇役の人間も案外ガンガン振り回すわけですよ。ワンストライク、ツーストライクはいいですよ。ツーストライク追い込まれたら、僕らの時代は多少バット短く持って前に立って逆方向にファウル打ちましょうと、1球でも投げましょうという、そういう考え知恵が働くんですが、相変わらず振るわけですよ、フルスイングみたいに。で三振する。で悪びえた反省する顔を見て、これが私のプレースタイルですみたいな、ね、三振 OK ですよっていう、淡白なるようにそう言いましたら、それは三振5、6くらいはいいよ。だけど1番2番とか7、8、9とかそれは力がない、技術もない人間はもっとなんか考えようよっていう、辻は考えてたやつですよ。それがなぜ辻が今の選手に伝えられないんだと思うよ。だから淡白になる。だからこういい時はいいけど勝てない時はちょっと落ち込むわけですよね。それはライオンズのみならず今の12球団大体そういう傾向がありますよね。それでもソフトバンクなんていうのはある面では多少そういったことを考えてるのかなという。だから長丁場になっていくとそういうなんていうのかね、あの時送りバント別にどうってことなかったけど、それでなんかツーアウト2塁に行く、3塁に進める、それをって1点あるいは2点加わって終わったらなんとなく勝ってたみたいなね、そういうゲーム、昔の西武ランドそうやりましたが、なんか強いと思われるんだけどなんか思ったら負けてんだよなみたいな、でね、そういった西武は定石通りだという、それをやるとですね、ゲーム7回、8回、9回になってくると今度は向こうが慌てるわけですよ。慌てると向こうミスします、それでうちは勝ってきたんですよ、だから案外セオリーとか定石っていうのはある面では、古典的なそういったものある面で必要なのかも分かんない、それは俺はね、教育なんですよ、教育、今の時代はこうだけどでもこういったものもあるぞみたいな、その教育をやっていかないと、なんだろう、野球のプレースタイルとかゲーム運びがなんか雑になってメジャーリーグのような立って投げました打ちました、それで終わってしまうのかなという、野球とベースボールの違いは多分その辺だと思うんですよね。さあ、まだまだもちろんお話を伺っていくんですが、今日はせっかくこうやって石毛さんに近い距離でお話を伺える機会なので、そろそろこの辺りでですね、皆さんの石毛さんへの質問を聞いていこうと思うんですが、我こそはちょっと石毛さんにこの機会に聞きたい。じゃあ早速、じゃあちょっと近くにどうぞ失礼します。こんにちは、お願いします。こんにちは。小さい頃から石毛選手の大ファンで、今日はありがとうございます。どうもないです。ありがとうございます。では1点だけ質問なんですが、監督とかコーチとかいろいろ、また石毛さんにはやっぱりユニフォームを着てほしいなというのはあるんですが、もし監督のオファーとかが来たら石毛さんはいつでも受けるという気持ちはあるんでしょうか？はい。いいですね。ありますよ。おお。僕はですね、西武ライオンズを FA で出ました。正直に言ってですね、僕はプリンスホテル2年間、西武グループでライオンズ14年間、16年間西武グループでお世話になったんですね。西武グループのプロパーとして監督要請も受けました。でもいろんな時代背景があって、僕は現役にこだわって、西武ライオンズが現役ではお前と契約しないと言われたんで、出なきゃいけなかったかなと思って出ました。で幸か不幸かダイエーホークスが引き取ってくれたんですけど、でその当時の西武グループはなんか監督にこだわる、困ってでも自分の人生を自分で選択できたわけです。で、FA をこうしたらそういう面でなった。だけどそしてオリックスから話があって行きました。西武グループ、西武ライオンズに帰り道がないんだったらやりたいことをどの球団でもやってみようと思って、オリックスのオファーを受けて行
行きました。1年3年契約で行きました。1年4ヶ月でクビになりました。でまあそのクビになって1年8ヶ月の給料が余ったから、その今18年前に立ち上げた四国アイランドリーグをできる原資になったんですけどね。だけどまあそういうまあ事業家としての経験もあります。離れてから客観的に野球界を見て、野球界というのはプロもある、社会人もある、いろんなレベルの野球界を見ることができた。でまた実社会を見ることができている、そういった培わってきたその人生観を野球にある面では生かすことできんじゃないかなと思ってまして、それは僕はその野球の技術でもそうかもわからないけど、野球をやる人間は一社会人であるという、社会としてどうあるべきかということもちゃんと伝えてですね、それこそ真に体と言われる子どもたちが、いろんな方々がアスリートは大したもんだよね、素晴らしいよねっていう、そういうふうに皆さんから賞賛拍手をもらえるような人材じゃないと、俺野球界発展していかないと思ってるんですよ。それをやってくれた時にも大谷翔平じゃないですか、アメリカで。ああいった人間を作らないとスポーツ界アスリートがダメだと思ってますから、そういう素晴らしい人間が例えば野球をやる、サッカーをやる、ラグビーをやる、そうやってそこに憧れる、でいろんな教育団体が出てきて、スポーツ界がこう潤っていくような環境を作っていくのが多分オリンピックができることかなと思ってますから、そういった感覚を持って現場に帰ったらまた違った指導ができるか分かりますので、そうなった場合には僕まず自分自身にやっぱり期待したいなと思ってます。もう皆さんこの言葉を期待して楽しみに、でもこればっかりはね、需要と供給の問題ですんで、で俺なんかね、いつも誰かに言われるの、お前なんで頭下げねえんだって。いや誰かの知り合いが監督コーチになったらちょっと俺雇ってくれねえかなみたいな、女房に言われたことあったのかなみたいなって、俺たちは職人ぜって、職人はよって、俺たちのその技術論とかいろんなものを認めていただいて、おいしげさんじゃあ今度はうちのそうやってオファーをもらっていくのが職人じゃねえかと、なんで自分から売り込まないかんだじゃんって、もうあんたはみたいなまあ職人敵っていうか気質っていうかね、でもそれだけのものを培ってきましたよといううぬぼれはあります。うぬぼれは、まあだから俺の場合はね、なんでお前は頭下げねえんだっていう、だから俺の中にはへつらうとかごまするとかそういうのがないんですよね。やっぱそれだけなんていうかやっぱりなんていうかですね、このプロ野球の世界で成功できる人では、それで強い自分の信念だったりとかでね、いろんな野球のレベル見るじゃないですか。例えば小学校の中学高校、そうするとね、指導するっていうものが何が基本なんだろうかなっていう、どうすればうまくなるのかなって、どうしたらうまくならねえのかなって分かってくるんですよね。それを表現を、説明する説明能力、理論理屈も必要です。で今俺太ってないのはやっぱりまだ体多少動くんですね。その理論理屈は肉体を使って表現するとこんな形になりますよって見せなきゃいけないのよ。それやってくれたら広が達能なんですよ。理論だけじゃうがったもので頭に入れるとうがったもので表現するんでうまくならないんですね。だから理論を伝える、その理論はこういう形になりますということを見せていかないとダメなんで、まだまだあと1年2年くらいは持つかも分かりませんけど、今年66になるんですよね。だからまあ70になったらしんどいかなと思ってますけど、僕の仲間はお前70になってもボール投げてんだろうなと言われますけど、そういう面ではその正しい身のこなしを覚えれば多少年いっても体が効くっていうんでしょうかね。身をもって示してみたいですね。期待してます。さあじゃあ続いてのそろそろじゃあ何か失礼します。すみません、フリーエージェントでの流出が非常に多いんですが、どうすれば止められますか？それを石毛さんに聞くというすごい確信夢中の確信です。まあそれはね、本人と球団との契約問題、チーム事情もいろいろあるでしょう。だけど何でしょうか、日本はね、日本の社会って昔は終身雇用、年功序列というものがありました。一回会社になったらずっとそこにいるって、もう野球界は70年前からもうこうやってトレードがあったわけですよ。でそのトレードがチームにとっていらない人間だったら出されるというイメージを持たれるか分かりませんけど、今はそんなトレードとか FA とかそんなことないんですね。
いかにこの人材がいろんな動いて交流して刺激が当たって、そういうふうにものの捉え方いただくとなんか楽しいかなという。じゃあ維新が十何年収めた人間が維新が出ちゃうなんでなんだっていうんじゃなしに、あ、違うとこ行ってまた帰ってくれいいじゃんみたいなね、もっともっと男を磨いてこいよ、他のチーム行ってチーム強くしてこいよとか、子供たち、この選手たちがやっぱりその金を稼ぐ業界ですから、そういう面ではごめんなさい、金を稼ぐって言いません、金を分取るっていう、我々は球団からお金をいただくっていう感覚ないです。頑張って数字上げて球団から金をもらってやろうやみたいな、そんな感覚じゃないと強くならない、うまくならないんで、でいかに自分のスキルアップをしてスキルアップした人間がそれこそ親芸体と言われるような人格も作り上げていくのが仕事だと思ってますから。でもフリーエージェントは全然僕はいいと思ってます、もっともっといろんな交流して、そうならないとなんかそのトレードとかが暗いイメージなもん終わってしまうんで、そうじゃないと思う。だって今社会もそうじゃないですか。ヘッドハンティングがあり、ね、入ってすぐ3年4年出たらなんかもう身につけたら違うとこ行っちゃうとかね、自分をスキルアップするための一つのなんかツールにしてしまうっていう若者の感覚があるんで、まあそういう感覚で、社会と同じような感覚で野球界を見てくれたらいいかなと思いますね。ありがとうございます。さあいかがですか小峰さん。じゃあまだまだ皆さん聞く時間ありますね。はい、お願いします。やはり子供の頃からね、しげさんのショートを見てたんですけれども、で辻さんとのはっちゃんダブル大好きだったんですけれども文化放送ライオンズナイトよく聞いてたんで、やっぱそれはでそのやっぱりライオンズの、レジェンドショートのしげさんから見て今のレギュラーの、今下いますけれども源田さんはどう見えるかなっていうのをちょっとお聞きしたいと思います。今のプロ野球界で内野手としてうまいのは源田かなと思ってます。だから子供たちにいつも説明するんです。巨人の坂本の真似はするなって。で我々の見方としてそれは取ることはさることなんだから取って投げるのが仕事なんですね。で投げるということも生きたボールを相手の腕にきっちり投げられるというのが一つの評価になります。でその投げるというのも取ったらワンステップで投げれるという、それを評価していくとやっぱり源田が一番うまいです。技術的には源田を取ったら必ずこう胸に収めてくるんですね。ちなみに坂本はこういくわけです。で技術的に言うと取って胸から中心から胸が外れてこう一つ肩が入ります。そうするとこっちに来た時に遅れるわけですね。坂本の一番の強いボールがみんな一塁手のここに来るわけですよ。そうするとバッターランナーと交錯して自チームの選手をなんか痛めつける。源田の場合は取ったらパンここに来るわけです。坂本はこうなるわけですね。そういう面では技術的には源田が一番うまいです。これは辻との見解も一緒です。で辻に坂本どう思うよと下手でしょう。もう一つカープの菊池で追い出すとうまくないでしょう。カープの菊池も僕ら言ったら忍者なんです。彼の能力だったらできます。それをこうしろああしろって多分指導はできるんじゃないかな、今現段階においては、彼の持ってるポテンシャル、身体能力、センスだけでやってるわけですね。まあ下手ではないです。下手ではないんだろうけどもちょっとこう危ういなという。だからポッとなんかトンネルしたりなんかあるじゃないですか。源田はあんまりそういうことないんですね。だから子供たちには源田の真似をしなさいよというところですね。源田ナンバーワンです。拍手が起きましたね。さあ皆さんいかがですか。ちょっとこの機会じゃあ後ろ行きますか。はいお待たせしました。源田うまいと思うの。石毛さんの、後輩の、若林学人が、復帰してきたと思うんですけども、今後、どのようにしていったらいいか教えてください。もう若林選手への愛のあるアドバイスをぜひ石毛さんにという。駒澤大学の後輩でございます。あいつが駒澤大学でプロ行くときに、我々 OB 会中畑会長、石毛副会長なんですけど、お前若林、お前が一番チャンスあるって言ったんですよ。なんでだっつったら、ライオンズの外野陣がはっきりしないんですよ。金子ダメだよね。
愛と今日今頑張ってるよ、頑張ってるけど今一つ、岸も今一つ、鈴木も今一つ、みんな中途半端というか足りないわけ俺に言わせたら、ガクトお前はレギュラーになるって1年目言ったんですよ。で膝のあれ故障でしょ。で今年キャンプね行ってどうなんだって言ったら彼の場合は足が売りなんでスライディングできないと上に上げられないんですよっていう。だいぶ時間かかったけどね俺に言わせたら。でもあいつのなんだろう打つ方も去年はまあいいスタート切ったんですよ。こっちにも逆方向にも打てるし、そういう面ではこのまま無我夢中でいけばいいかなとは思ってます。現在も守備と足と肩は問題ないんで今度はバッティングがですね1年目は無我夢中でやっていい数字残したで怪我になったで今度は弱が上がってきたまあいい感じで打ってますよ。でこれが今度は慣れてきてああでもねこうでもねって考えるようになるとあんまりよろしくないんです。小松大学あんまり賢くないんであんまり考えちゃいかんかなという気がするんですね。でもね人間が成長していく中ではやっぱり考えます。よりもっとという向学心向上心があります。これがないとまた人間アスリートもダメなんですけど、そういう面では一回頭を打ちます。頭を打ってまた這い上がってくるみたいなでその素材を持ってますから僕は今のプレースタイルでいいと思ってます。走攻守で頭を打つんで打った時に初めて考えてどうするかをあいつ自身が考えないとダメなんですよ。だからもう頭パニックってもう昔は神経性円形脱毛症それぐらい作ってちょうどいいくらいかなと思ってます。そうやって一皮むける二皮むけて成長していかないといかないと、僕はダメだと思うんで、そういう時期も時間も必要かなと思ってます。ぜひ期待したいです僕も。いかがですか。ありがとうございます。他皆さんいかがですか。さっき手を振っていきますか。岡林選手に言ったんですけれども、やっぱり私も昔野球やってたんですけど、やっぱりああいう怪我だとなんか1年目のような活躍がやっぱなかなかやっぱ難しいんでしょうか。それ今後がすごい気になります。今日本の野球界もメジャーリーグも故障したりメス簡単に入れますよね。で当然そうなった時には時間を置いてリハビリちゃんとします。そういう面では選手を大事に扱ってくれるんですよね。でも膝靭帯ですから結構厄介では思います。でも手術をしてちゃんとつなぎ合わせれば多分大丈夫だと思ってます。そんなに心配することないと思ってます。またそうやって手術すればねちょっとバージョンアップしますんで、あと整形外科じゃないけど俺これからね人工関節とかいろいろ出てくるじゃないですか。そうなるとピッチャーで肘の手術トミー・ジョンやったで人工関節入れた140キロする今度はそれに乗って150になるかもわかんないよね。こういった医学の日進月歩のいろんな進歩があるんじゃないかなと思って、だからメスを入れたら終わりじゃなしにメスを入れたらバージョンアップしてもう一回復帰するみたいなね、そういうの俺面白いと思うんだけどね、そうなってくれると思ってます。ありがとうございます。ついでにねまた違う質問だけど佐々木朗希と大谷翔平どっちがピッチャーとして上ですかっていう質問たまに受けるんですよ。今現代の段階においては俺は佐々木朗希の方のピッチングフォームが好きです。いいと思ってます。完全試合の時のあいつの投球フォームでしょ。こういって最後のリリースでこのボールがここに来るわけよ手が。そうするとこの指先が俺あそこに投げてますっていう雰囲気が出てくるんですよ。大谷翔平こちらの開幕見てました。こう投げるんですよ。第1投がこっちのワンバウンドですよ。クソボールですよ。これが俺あいつの本性かなと思ってるんですよ。本性だからトミー・ジョン手術してねなんか肘になんか怖さがある。簡単に言うと目で見てください。この肘の腕の使い方こういうふうに投げる。朗希はこう投げるわけですよ。でこっちから見るとこの肘はこう来るか佐々木朗希はこう来るわけですよ。
それによってこのリリースポイントがここで投げるか、あるいはここになるか、雰囲気はここで投げるんですけど、でも感じで言うとどっちが球持ちいいのよみたいな、そんな気がするんですね。今のピッチングスタイルだと佐々木朗希の方が上かなと思ってます。でバッティングは大谷翔平見事です。アメリカに行った松井秀喜よりもレベルは上です。切りつけのレベルは上です。今に言ってる筒香よりも。でちなみに秋山翔吾、こいつねすっげえいいやつ、すっげえいいやつ。それでいいやつよりも野球人としていつまでも応援してやりたいなっていう、でね、すげえ考える、すげえ意識がある、すげえ野球界のことを考えてくれるし、レベルの技術のものを考えてる。だけどこいつね、アメリカ行って、いや国際大会出てんだよね。国際大会出てくとピッチャーが速い、なおかつ細かくなんか変化する。変化したボールも全て打ちたいと思って、このボールを近くまで呼んでそれを打とうとする。近くまでにポイントを捕まえたらバッターはそうはね、苦しくない、結果出ない。ホームランバッターのいいところってみんなポイント前で打つわけ。一番ポイント前は王貞治さんですよ。で国際大会行く、ボールが動く、打たなきゃいけない、見極めなきゃいけない、見てここで打つわけ。もう体にね無理が来る、俺にはしたら。だからもう一つはそのボールに対処しようと思ったら、今度は自分の体をちょっとこう潜らせるわけです。潜った瞬間ボールが来るから、当たらないよね。そこだと思うとそのバット出したらいいのに、見てって用心深すぎるから、ちょっとあったらあいつに言いたいんだけどね。今ね、みんな変化球全盛だからって近くに持ってくる。俺そうじゃないと思ってるんだよね。やっぱり前で打った方がいい。王貞治さんは、我々凡人はですよ、凡人はステップした前の膝の前でポイントを打ちます。でこれ球場だったらセンターに行きますね。王さんはここで打つわけですよ。そうするとボールの入射角と反射角の違いで、こう来てここでセンター、こう来るとみんなこっちに、いわゆるライトに行きますよね、ボールが。で王さんのトップってここに来るわけですよ。ここに来ると腕が伸びます。ここに来ると腕曲がります。これ清宮とか今ロッテの安田みたいなタイプですよ。吉田もヤクルトのオリックスではなくて吉田オリックスの吉田と、あとヤクルトのだけ村上、でこの間見たらもう一人いたな、いいバッター、ホームランバッターってみんな前の腕が伸びます。でここヒッティングポイント、ここまでの距離が取るから飛ぶわけです。ここに来るやつ、ここからここしかないわけですよ。マックスがこっち来るわけですよ。だからみんなファール、体ひねる。王さんは一番ここに来てヒッティングポイント、ここからここまでのバットのヘッドスピードが低いんで、移動距離があるから。だから王さんは176キロの体でもホームランはあれだけ868本ホームラン量産してくれたんですよ。だから見てください、いいバッターはみんなこう張ってますから。今大谷翔平見てください、一番張れてますよ。あいつ今こう構えてんだけど、打つとここに来ますから、こんなイメージです。こういうバッターいないです。これ安田とか清宮タイプです。曲がってるやつは曲がったまま打てないんで、曲がったら絶対伸びてくんで、そうするとこのポイントが一定しない。でばらつきが出るポイントに芯に当たる確率もある。打率も上がらない、ホームランも出ないという病気です。見方はそこら辺です。しげさんのこの身振り手振りも含めてこんなに身近でっていうのはかなり今日レアな空間に。まあほら、だって我々は何見ても、子供の野球見ても高校野球見てもプロ野球見ても大体こう技術論にいっちゃうわけですよ。だからそういう自分の理論を拡張するためにね、だから我々が行くとプロ野球がOB が来たら基本を大事にしましょうってみんな言うわけですよ。基本を習って帰ってくださいね。だけど基本って言うけど、何をもって基本かってね、答えられる人いないんですよ。ただバッティングで言うと誰も10割打ってないわけですよ。
プロ野球選手、1割打った選手、誰もいないわけですよ、アマチュアでも。こうすれば確実に打てるという理論が立証されてないんですよ。じゃあどうすんだっていう。じゃあ何をもって基本とするのか。センター返し。センター返しって何ってことになるんですね。だからまあいろいろ僕らの中には、基本僕石毛が考える基本で好きな野球をやって初めてボールを投げる、バットを振ってボールを投げて肘肩壊さない、バットを振って腰を言わせない、いわゆる故障しない見どころしがあるでしょって。で野球って勝率、防御率、出率、打率全て確率、アベレージを高めるスポーツですよ。確率を高める身のこなしがあるでしょ。いかに正確に胸に投げれるか、いかに正確にバットでボールコンタクトできるか、その確率を高める身のこなしがあるでしょっていう。で3つ目には相手がいます。予期せぬプレーもあるよね。打席に入って貧乏にしてガーンとして大きな怪我をするのか、ちょっとこうかわすことができるのか、ボールを取りにイリガラバントをする、顔に当たるのか、ホッと胸を拾って投げてアウトにするのかっていう予期せぬプレーがあるわけですよ。予期せぬプレーから身をかわせる身のこなし、故障をしない、確率を高める、予期せぬプレーから身を守れる身のこなし、そんなことを考えて僕ら基本ってこうじゃないのかなっていう、その形、フォームはこれだよねみたいなことを伝えていくんですけど、ようやく野球が分かってきましたね、60過ぎて。だから今のプロ野球の現役選手は案外ね、理論理屈、本当にこう僕らが確率を求めるような理論理屈は分かってないと思います。そりゃそうでしょう。あれだけのね身体能力を持ってアマチュアで頑張った人間が評価されてくるわけですから、これでいいと思ってるわけですよ。これでいいと思ってる、これが俺の持ち味だっていう。だから三振しようが何しようがいい、ストライク入らなくても何しようがいい、俺たちバカですよ。変えなきゃいけないです、変えなければ。それでいくと、そのいろんな12球団各界の中でちょっとこいつはその辺、例えば年齢にも関係なく、見えてるなとか、ちょっと違うなっていう選手って石毛さんの中では誰かいますか？いないですね。いないですか？はい、多分いないと思います。みんな打ててるやつはそれでいいし、で打てないやつは、いや本当の俺はこんな姿じゃない、俺が本調子になればもっともっと打てるんだという人間が多いんですよ。そういう人間はいつまでたってもうまくならんです。だからある面では素直な人間が一番いいですよ。今ちょうど大谷のこれ映像になってるじゃないですか。見たよね。こう打つわけですよ。今映像が出たけど、だから何でしょうかね、素直になって聞く耳を持つ、やってみましょうという行動力がある、それを感じてるのは俺国語でしたね。国語ですね。あと松中でしたか。僕大英ホークスの二軍監督やったんですよ。あの時松中が来ました。国語が脱税人事から半年間出場停止の時期がありました。どう頑張っても上に上がれないっていう。国語話しようや。俺お前さってどう見ても俺うまいと思ってねえんだよって。僕も自分自身うまいと思ってませんって。だったらさ、半年間ここにいるんだから、なんか野球の技術考えねえかみたいな。お願いしますっていろいろ理論を考えた。で松中、アトランタの4番で来た、開幕2軍だった、ブー打たれてた、で俺が連れた立花コーチ、吉井がいて、石毛さんどうしますかと、本当はほっとけみたいな、2週間ぐらいほっといた。で一応僕ら観察をした。でやっちゃいけないものがあってできた、やっちゃいけないものやってたんでうまくならなかった。でもあいつはこんなはずじゃない、俺はもういきなり一軍に行くんだみたいにやってた、練習もやった。2週間にもうそろそろいいかなと思って松永ちょっと話しようか。それ自体あいつはブー打たれてて、話なんかいいよ、バッティング練習させてくれみたいな感じだった。で信代ってお前今こういう感じで打ってるよな、でもこういう打球でやる、今度はこういうふうにしようと思ってるよな、最初ね、そうなんです。なぜそこまで分かるんですかって俺は言わしたのね。分かる、俺たちがやってきた道だから分かるよ。そうなんですか。じゃあどうすればいいんでしょうか。じゃあちょっとこんなことやってみようよ。それからドリルを与えて彼はやってくれた。だからその姿を素直になって聞き入れて、要はその前に我々の見立て、観察、問診がバツバツ当たったわけですよ。だっ
ったら患者さんも選手も聞き入れる耳を持ってくれた。じゃあこうやってみようという、その辺のなんかもうなんていうのかな、観察力が、大切なのかなという、でそれをあいつらは素直に聞き入れてやってくれたんで、あいつはその後三冠を2度3度取るようになったし、国語も。ただ国語の場合はいわゆる不器用なんですね。不器用、もっと言うと金本も不器用、松井秀喜も不器用。彼ら共通するとこはプレースタイルがぎこちなくてギクシャクしてる。うまいやつ、イチロー、清原、高橋由伸、この辺はスムーズに滑らかでしょ、何やっても投げるにしても打つにしてもかっこいいじゃないですか。松井秀喜も不細工じゃないですから、顔言ってんじゃないでしょ、顔じゃないでしょ、なんかそういう面で金本もそうですね、ボール投げれなかったり、でもそういう国語のいいところって素直に聞いてやってくる。でもそれがその習慣となって肉体に住み着いている。若い時はいいよ、30過ぎてくるとこの筋力もこうギスギスしてくるわけだよね。で無理してやるとやっぱり故障に入るわけ。結果がなんか切れたりね、そういうあいつはそういうふうに自分がやってきてうまくなったからやらないと不安を感じる。だからやる。若いとやってる年いくと今度は故障に入る。晩年は多分それの繰り返しで見られしたと思いますよ。ありがとうございます。所沢なのもそうなんです。でもね、まだね、時間的にあと10分少々ぐらい、今日ね、これは臨時電車、普段走らない、普通の電車がいっぱい、この時間当然こう試合が始まるんで、球場前に行く電車増えるんですけど、その合間を縫って走っていくんで、結構途中で止まってたの気づいてます。ずっと止まっとけばもういい。実際野球が間に合うんですよ。いやまだ言わずだろ。まあそうですね。もうちょっとね、まだでもう少し多分質問できる時間ありますので、もしまだじゃあちょっと教えましょう。失礼します。野球のことじゃないんですけど、私所沢に住んでるんですけど、所沢で楽しかった思い出とかありますか？ありがとうございます。いやいや、でもそういうのもちょっとこういう機会ならではですね。僕は卒業して、昭和54年かな、プリンスホテルに入りました。ここにプリンスホテル野球部の寮があったんです、小手差しに。その今から30何年前、40年前か、俺今年44、45年前だよね。ここに来ました。駅前何もなかったですよ。ファミリーマート1軒と三井信託のなんか銀行が一つあっただけ、そんな、ね、程度でした。で卒業してライオンズ行って最初に住んだところが、僕はあそこにまだあるのかな、ビートというマンションです。 AB のビート、契約金で1500万したかな。3LDK か 2LDK のマンションみたいです。そこに住んでました。今でこそこんなにね声優ができてあれしましたけど、ほんと田舎の町でしたからね、あんまりいい思い出ないですいい思い出っていうかさ、プリンスホテルの時はもう始発でね、僕は東京プリンスホテルにしてたんですよ。6時半頃いつも電車乗って始発が座れたり行ったんですけど、で12時まで会社に行って、社食で飯を食って練習行ってきますって帰ってきて2時半くらいに、今の第2球場がプリンスホテルの野球の練習だったんですよ。ライオンズは玉川上水のグラウンドに来たんですよ。それがある時ね、反対になってプリンスがもうこうライオンズにこっち来たんですけど、所沢ね。でもね、いろんな人、車買ったらガソリンスタンドからディーラーの人、いろんな方々とこういう深めることにはなりましたね。あんまりいい思い出も悪い思い出もないですどうですか、所沢、もう住んで何年ぐらいいるんですか？平成3年、まだまだじゃないですかそれは何ですか、初体を持って会社の関係で。うちの父親が秩父出身で、私は下北沢に住みたいって言ったんですけど、小手差しに土地を買ったので、それで所沢に引っ越してきた。本当にプリンスホテルの寮のすぐそば。そうなんですか。昔酒井代表もあそこに住んでらっしゃるんです。根本理子も住んでましたんで、まあでも今はね、こういった電車の便もだいぶね、都心の乗り入れも楽になりましたし、案外もう年取るとね、案外田舎の方がいいかなと思ってまして、
西武線ご利用になる機会っていうのは石毛さん今ないですね、たまに会社するときは車で行っちゃいますから、はい、あとは遊びで入曽行ったり、狭山行ったりするときは電車で行くんですけど、今日のね乗る前に石毛さんがこの車両を使うっていう時にレッドホームみたいなのっておっしゃってて、なんか特別車両だったからこういうシートなかなかないじゃないですか、西武電車では。特別なのかな、レッドアローのなんかあれしたのかなと思ってましたけど、時間があんまりないよね。俺最後にさ、俺の今人生100年って言われるじゃないですか。その100年に向かってあることをねやりたいんです。私の生きがいになるような、生きがいってね、自分の得意分野があるじゃないですか、自分の好きな分野があるじゃないですか。で誰か地域のため、人のためになりゃいいかなと、ちょっとした小遣いもらえればいいかなっていう、その4つの円の真ん中にあるのが生きがいだと思ってるんですよ。大したもう金もいらないしっていう、だけど自分のためじゃなしに、例えば、独立リーグもそうでしたけど、こんなリーグできたら若者助かるよね、四国に経済効果を生んでくれるよねっていう、今ね人生100年に向かって沖縄で日本版 IMG ってご存知ですかね、錦織圭さんが出たところでスポーツアカデミーを、松岡修造さんだとか錦織圭さんが出たところ、ああいったスポーツアカデミー、出口にプロがある、野球、ゴルフ、テニス、バドミントン、卓球、バスケット、サッカー独自やってくれてるんで、そんななんかトップアスリートを目指したいっていう若者を集めてなんか指導してみたいな。だから野球、ベースボールスクール、テニススクール縦割りじゃないですか。そうじゃなしね、みんな一緒にならねえかっていう、少子化になって、少子化イコール教育人口の減少を招いていくじゃないですか。そうじゃなしにアメリカみたいに石毛が野球もやるし、ゴルフもやるし、テニスもやるよっていう、若い時は。でその辺で20歳前後になって自分が本当に何を向いてるか、何に向いてるのか、何だったら才能が海外できるのか、そんなことをもう例えば野球の指導者、テニスの指導者、ゴルフの指導者、いろんな指導者にその若者って見てあげて、あ、こいつは今野球やってるけど、こいつはこれだったらゴルフだったら世界が取れるかもわからんねみたいな、そうやってミスマッチを減らして若者が本当に開花するようなものを当てがたいなという、それで大谷翔平のようにああいった世界で通用する技術もさることながら、僕は大谷翔平が受けてるのはあいつの言動と所作だと思うんですよ。ゴミを拾ったりという。で今見てください、ウクライナとロシアの戦争問題、戦争にもルールがあるだろうよ。アメリカと中国の覇権争い、経済競争においても倫理観モラル観が必要でしょう。去年まで渋沢栄一やってくれましたよ、ね、そういった面で今大谷が本場のベースボールのアメリカに行って言動所作を通じてこんな人間性が必要なんでしょっていう、この価値観が大事じゃないですか、僕は訴えてくれてる。俺はずっと野球やってきた、スポーツもやってきた、それで培われてた間違いじゃないと思ってる。スポーツで培われた精神、マインドは間違いじゃないと思ってます。それを俺はスポーツを通じていろんな若者に、読み書きそろばんの勉強を教えられませんけど、そんなことを伝えながら、お前ら日本人としての資質を持って世界に羽ばたいてくれねえかっていう、日本はアピールしてこいよっていう、そういった人材育成とか人材教育もしてみたいなと思ってましたね。これが僕人生100年に向かっての僕のこれからの生きがいとなって、沖縄今、観光で賑わってます。観光で賑わってるけど、第二の産業として沖縄にスポーツ産業で根付いていって、日本の国民のみならず、立地的なことを考えていくとアジア圏の若者もいっぱい呼び込んで、そして日本人の教育もしながら、なんかこう世界にそうだな通用するようなアスリートと人間性を作れたらいいかなと思ってね、こんなね壮大な夢を持ってるんですよ。でもね、俺はそんな賢くないんだけど思いはある。で思いを語るとですね、その思いって構想っていいね、できたら素晴らしいことだねって言って、いろんな人が知恵をくれるわけで、アイデアくれるわけで、人が入ってくれるわけ。いやこれ巻き込み力って俺言ってますけど、そういった人間がいわゆる
夢っていうのは若い時の自分自身の夢だったけど、その夢を超越する志みたいなね、その志に賛同してくれてたくさんの仲間が集まってくる、同志がいっぱい集まってくると、なんか俺一人の、経済力、俺一人の経験、知恵、知識じゃなしに、いろんな人のそれで経済力も知識もあると、それが大きく増えていって大きなことを成し得ていく大きな塊になってくる気がするんですよね。その塊をなんか作っていきたいなと思ってましてね。石井さんね、YouTube などでもね、いろいろこう発信もされてますから、YouTube 始めたのも結局この構想をより伝えたくて、じわりじわり石毛という名前がもうだいぶ廃れてきてるから、ちょっとこういうふうに石毛こんな活動してますよって、将来的にはこの構想持ってるんですよ、皆さん応援してねっていうところに持っていきたいと思ってて、徐々に今ちょっとウォーミングアップの時代状況ですけど、あと1年から2年くらいしたら、早くてあと半年くらいしたらこういった構想を表に出して、いろんな方々の賛同なりご協力いただけるように、そんな事業にはしていきたいと思ってます。応援しております。なんか今日ここで聞けた皆さんはきっとそのことを、でもね、石毛ってそういうの思ってんだねって、いいねじゃなしに、じゃあ私はどうしようっていう、俺もこういうことはできるなっていう、こういった仲間がいるからこいつらと話をしてちょっと何かやってみたいなっていう、皆さんの自分なりの生きがいを見つけられるきっかけになればね、ありがたいなと思ってます。そうすると人間ってね、案外とね、前向いていけるんです。なんかね、そういうふうに自分がこう能動的に動くと、なんか自分自身のストレスもあんまり感じないし、それよりもなんかエネルギーが前に出てくるから、結構自分の生き方としては今気分がいいです。65を過ぎてね、ああでもねこうでもねいろいろ細かいこと考えるのも嫌なんだけど、でも前に進むために必要なものならば、さっき言ったように素直になって頭を下げて、教えてください、協力してくださいねって言って、なんかそうやって一つ一つなんかこう前に進んでる今状況なんです。だからあんまり今ね野球見れてないんです。だからそういう帽子が本当に売ってんのかみたいなね、それも知らないんですよ。でもせっかくまだ残り時間もう数分というところでも行き着いちゃうんですけど、今日これからゲームをご覧になる皆さんもいらっしゃるので、今シーズンのライオンズでもあるいは交流戦、今日の試合でもいいんですが、ちょっとこういうところを楽しんで見てもらえるとっていうところを何か石毛さんからいただけると。最初辻に電話したんです。でどうだった、今年どうなんだ、いや高橋光成もいいし松本もいいし今井がいいですよってなるよね。で新人の隅田がいいし佐藤もいいしって、ようやく待望の時代が来ましたって。で外国人はちょっと遅れてますけどなんか期待できそうですっていう。今までライオンズが投手力が弱かったんですから、それはなんとかなりそうだっていう、それじゃいいじゃん。でも一方やっぱり栗山も中村もね年を取ってきたんで、だから若林だとかね、山川もそうなんですけど、一番物足んないのは外崎だね。お前もっとちゃんとやれよって言いたくなるんですよ。あいつね素晴らしいんですよ。もういいもの持ってんだよね。だけどじゃあそれはね辻とも見解、こいつのバッティングいいよなってのはいいですよ。あいつがもう少しさ、今2割1分が2分でしょ。せめて2割7分とか8分打ってくれたら違うと思うんだよね。だから外崎にはだいぶ雰囲気は頑張れよってエールを送りたいけど、外国人のピッチャーも来てなかなかね経済熱になるし、俺本当に今年のジャイアンツ巨人軍、ライオンズは優勝にしたのかな、ごめん1位は楽天にしたんだよ。順位予想シーズン前で2位がライオンズにしたの。今のところ5位6位渡ってんだけど、ロッテとハムはね、オリックスもあんまりちゃんとした球団じゃないからそうは長続きしねえだろうなと思ってたんで、案の定ですね。楽天は学年通り今のピッチャーが働けば相当やっぱり勝ちますよ。まとまりあるしね。楽天1着かなって、2着が、ソフトバンクかライオンズだろうなという。でもこれから多分投手力があれ今井まだ帰ってきてないよね。まだそうですね。長いなちょっと。交流戦で源田選手が戻ってきてっていう情報ですね。源田はだって2割5分か5分か6分くらいだからどうでもいいんだけど、あと若林と
若林が頑張って殿崎が数字上げてくれれば、山川の負担もなくなるし、その点はレンティが頑張ってるよね。あいつ本当にあいついなかったらどうなったんだろうね、去年も今年も。そうですね、苦しい時にね、作ってくれましたから、ユーティリティプレイヤーとして、本当、俺らの時代の飛ばしのとかさ、そんな感じだよね。そういう選手もいて、チームのバランスっていうのは。そうなんだよ、一緒なんだよ。でも、レンティがレギュラーじゃないんだよね。でも、レンティが困った時のレンティなんで、でも今、と今、アイトがいいのかな。まだまだだな、やっぱり殿崎じゃあいつ頑張らないかんね。今日の石毛さんの勝つはもう締めは殿崎に。言ったりよ、今度俺言ったらさ、若林と殿崎お前ら頑張らないかんっていう。皆さんの思いも石毛さんに届けていただいて。本当は金子なんだよ、俺に言わしたら。あともう駅着いたのに新しいのが出てきました。あの野郎がさ、あの野郎もう立命館大学、その恩師が俺松岡と同級生のプリンスホテルの監督内部でやってたんですよ。で、金子を振り立たしてくれた足はある。なんかなるだろうと思った。ショートでダメになったけど。で、外野行ってるなんかなるだろうと思ったらなんかならんよね。金髪染めてる場合じゃないっつうんで俺言いましたら。石毛さん、あっという間で、連絡事項ね。はい、まずでも最後に石毛さんから、今日ご参加いただいた皆様に一言いただけますか。はい。まあ長いようで短い時間でございました。勝手にいろいろ喋らせていただきました。ですけどこうやってね、昔のユニフォームに袖通しながらライオンズファン、野球ファンとこういったひとときを一緒にできまして、ありがとうございます。なんか久しぶりになんか野球人に帰ったような気がしましてですね、今時折さっき言ったように沖縄に行ってうろうろしてるんで、そういう面ではもう一度野球っていいもんだなというものを感じさせてくれたし、アニアもいるし、ケンちゃんもいるし、戦った巨人軍のメンバーもいて、みんな同世代なんですね。まあ同窓会とは言いませんけど、たとえひとときでもこういう時間を過ごさせていただいて、本当に私の方から今日はお礼を申し上げます。ありがとうございました。今後これからゲームナイターですけど、十二分に楽しんでいただいて、心の中で「殿崎もっと打て!」みたいなね言っていただいて、声援を送ってあげてください。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。選手の石井さんに大きな拍手をお送りください。皆様ありがとうございました。ではですね、この後ちょっと、石毛さんはおそらくですね、ご案内させていただき、先ほど申し上げましたように、予備の皆さんに先をお降りいただいて、ちょっと待ってください。石毛さんに。はい、じゃあ石毛さん、じゃあもう一度石毛さんに。ここで待ってるから。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。はい、ありがとうございました。